안녕하세요.北朝鮮を読む始まります。金正恩に隠された息子が3人もいるって？皆さん、今この瞬間にも北朝鮮平壌では想像できないことが起こっています。金正恩の後継者をめぐる熾烈な暗闘が繰り広げているということをご存知ですか？金正恩だけが金正恩の子供だと思っていたら大間違いです。韓国国家情報院出身の専門家たちが暴露した衝撃的な真実。金正恩には3人の女性が産んだ3人の息子がいるということです。そして最近、ベールに包まれていた神秘的な3番目の女性がついに金正恩の公式の席に姿を現しました。この女性の正体が明らかになることで、北朝鮮権力の勢力図が完全にひっくり返る可能性もある状況です。チェスヨン前国家情報院工作官が公開した衝撃的な情報によると、金正恩にはヒョンソンウォル、リ・ソルチュ、リョシンという3人の女性がおり、それぞれ息子を産んだといいます。1番目の女性はまさにヒョンソンウォルです。ヒョンソンウォルはもともとポチョンボ電子楽団出身の歌手でした。それでは今はどうなったでしょうか。驚くことに金正恩の東証議出場という巨大な地位にまで上り詰めました。これは韓国で言えば大統領必勝室長と同じような位置ですね。そしてヒョンソンウォルは17歳になったキム・イルボンという息子を持っていると知られています。専門家たちの評価によると、ヒョンソンウォルのこの息子は賢くて健康で後継者として申し分ないと言います。2番目の女性は私たちがよく知っているリ・ソルチュ、金正恩の公式夫人です。リ・ソルチュは16歳になったキミョンジュという息子と私たちがよく見る金正恩を産んだと伝えられています。ところがここに深刻な問題が一つあります。リ・ソルチュの息子であるキミョンジュが健康上の問題があるということです。専門家たちはこの子がまるで肺病患者のように病弱に見えると証言しており、果たして北朝鮮の最高指導者の役割を担うことができるのか疑問視されています。3番目の女性は最も神秘的な人物であるリョシンです。リョシンは在日朝鮮人出身のピアニストとして知られています。彼女もまだ幼い息子が一人いると言いますが、まだ具体的な情報は確認されていない状態です。しかし最近、金正恩の公式の席に姿を現した神秘的な女性がまさにこの両親である可能性が非常に高いと分析しています。それではなぜ金正恩は息子たちがいるのに娘である金正恩を前面に押し出しているのでしょうか。専門家たちはこれが女たちの戦争のためだと分析しています。3人の女性たちがそれぞれ自分の息子を後継者にするために熾烈な暗闘を繰り広げているため、金正恩が臨時手段として金正恩を押し出しているということです。金正恩氏は女たちの暗闘に対する干渉剤の役割をしていると分析されます。金正恩の立場からは非常に複雑な状況であるため、まだ確実な決定を下せずにいるようです。また一方では金正恩が西洋式教育を受けたため、金正恩を本当の指導者として立てることができるという主張もありますが、専門家たちはその可能性はほとんどないと話しています。実は金正恩の父親金正日も似たような状況を経験しました。複数の女性との関係から生まれた子供たちの中から後継者を選ばなければならなかったのです。金正日の1番目の息子金正男の場合を見てみましょう。金正男はソン・エリムという女性の息子で、初期には金正日の有力な後継者と見られていました。しかし結局どうなったんでしょうか。金正恩が権力を握った後、マレーシアで暗殺される悲惨な最後を迎えました。2番目の息子金正チョルは小4の息子です。金正恩と同じ母親を持つ兄ですね。しかし金正チョルは内向的な性格のため、部下たちをうまく掌握できないという評価を受け、後継者戦争から脱落しました。そして最後に金正恩がいます。金正恩もまだ小4の息子で、
3番目の息子にもかかわらず、最も気性が激しく、カリスマ的な性格と評価され、最終的に北朝鮮の最高指導者の座に就くことになりました。このように、北朝鮮王朝では後継者が決まると、他の兄弟たちとその母親たちは悲惨な運命を迎えることになります。今、金正恩の女たちが熾烈に競争している理由もまさにこのためです。ところで、最近北朝鮮の重要な行事で、金正恩の隣の主席台に座った神秘的な女性が捉えられました。金正恩とほぼ同じ待遇で座ったこの女性がまさに両親である可能性が 90% 以上だと北朝鮮内部の小磯たちが証言しています。北朝鮮は徹底した序列社会です。金正恩と同席できる人は革新中の革新だけです。この女性が金正恩と同じレベルに座ったということは、彼女も金正恩の子供を産んだ家族の一人だという強力な証拠です。そして興味深い事実は、北朝鮮内で일본、영주、ジュエという名前はいわゆる白頭ゲットであるため、一般人は使えないようにしているということです。これは金正恩の息子たちが実際にこのような名前を持っているという強力な証拠になり得ます。さあ、現在の状況を整理しますと、ヒョン・ソンウォルの場合をまず見てみましょう。ヒョン・ソンウォルが持つ最大の長所は何でしょうか？まさに彼女の息子が現行で賢いという点です。専門家たちはヒョン・ソンウォルの息子を後継者として申し分ないと評価しています。さらにヒョン・ソンウォル本人も長期室長に任命されるなど政治的に急浮上しており、金正恩の信頼を受けているということを示しています。しかし、ヒョン・ソンウォルにも致命的な弱点があります。過去に他の男性と結婚した経歴があるという点ですね。また、公開された芸能人出身であるため、すべての北朝鮮住民が彼女を知っています。このような複雑な家系を持つ女性の息子を後継者として立てるには、正当性に問題があり得るということです。それでは、リゾルチはどうでしょうか？リゾルチの最大の武器は、まさに公式夫人という正当性です。法的にも、代替的にも、金正恩の正式配偶者であるため、彼女の子供たちが後継者になるのは最も自然ですよね。さらに、娘である金樹英を含め、二人の子供の母親として、金氏一家の直系血統という点も大きな長所です。ところが、ここに深刻な問題があります。リゾルチの息子が健康が良くないという点です。まるで肺病患者のように病弱に見えるという表現まで出ており、果たして北朝鮮の最高指導者の役割をきちんと果たすことができるのか、これが疑問です。まだリゾルチ自体も金正恩には単純な形式的役割にとどまっており、実質的な影響力が不足だという分析もあります。最後に、もっと神秘的な人物である両親です。両親の最大の強みは、金正恩の最近の愛として知られているという点です。感情的に金正恩にとって特別な意味がある可能性が高いですね。まだ今までベルに包まれていたため、ヒョン・ソンウォルのような複雑な家族関係もありません。静かに後継者を育てるにはむしろ有利な条件かもしれません。しかし、両親にも弱点があります。在日朝鮮人出身という出身成分の問題があり、金正日時代から続く在日朝鮮人タブのため後継者として立てにくいかもしれないという分析です。金正恩は現在非常に難しい選択に直面しています。もし、ヒョン・ソンウォルの息子を後継者として立てれば、家計が複雑になります。公式夫人であるリ・ソルチュの息子ではない他の女性の息子を後継者にすることを北朝鮮住民たちにどう説明するのでしょうか。かといって、リ・ソルチュの息子を立てるには健康問題があり、両親の息子はまだ幼いということです。ところが、最近にはまた別の変数が現れました。北朝鮮代表アナウンサーであるリ・チュニの孫娘が金正恩と腕を組んで公式の席に登場したのです。金正恩の性格上、俺が王なのに
なんで俺が好きにするのに何の関係があるんだというふうに遠慮なく行動しています。これは既存の3人の女性たちにとってまた別の行為要素になり得ます。独裁国家で後継構図は単純な家族問題ではありません。これは権力と生存に直結した熾烈な闘争です。金正恩の女たちが繰り広げる案とは、まさにこのような権力の冷酷な現実を示しています。ここで敗北した側は命まで失う可能性があるということを、私たちは金正男の事例を通じて確認しました。そのように歴史は繰り返されるという事実を観察すべきです。金正日時代の後継構図と現在金正恩の状況が非常に似ています。複数の女性たち間の競争、息子たち間の暗闘、そして最終的な勝者と敗者の運命までほぼ同じパターンを見せています。歴史を通じて未来を予想できる手がかりを得ることができるということです。今、皆さんも北朝鮮を見る新しい視点を持つようになったでしょう。単純に金正恩だけを見るのではなく、その後ろに隠された複雑な権力ゲームと人間たちの物語を読むことができるようになったことを願います。皆さんのチャンネル登録といいねは次の動画制作に大きな力になります。最後まで視聴していただきありがとうございました。감사합니다。